絶対頑張れば絶対体型変わるので、一緒に頑張りましょう。皆さんこんにちは、エリです。今日はですね、ダイエット宣言の動画になります。はい、で実はですね、YouTube 投稿しだしてから多分 3,4 キロぐらい太りました。はい、太らない食事とか、ダイエットとか健康とかそういうものを出しておいてちょっと太ってしまっているっていうのはちょっと本当申し訳ないことなんですけども、このまま普通に動画続けて裏でダイエットしててもよかったんですけども、せっかく太ったので今のリアルをお見せして、痩せていく過程をリアルタイムで見ていただくのもいいかなと思って、ちょっと体重とかいろいろと公開したいと思います。で、太った理由なんですけども、食事は特に問題なかったというふうに思っています。もちろん摂取カロリーと消費カロリーで摂取カロリーが上回ってしまったからこういう結果になってはいるんですけども、食事が問題というよりも完全に日々の活動量と生活リズムの乱れから来ているというふうに思っています。なので動画で出してる食事がすごく太る食事ではないっていうふうには言いたいんですけども、全然説得力ないですけど、はい。で、また言い訳続くんですけども、仕事をしながら、YouTube やりながら自炊しながらっていろいろ詰め込みすぎて、もうオールで編集とかが当たり前みたいな日常を送っていたので、もう生活リズムがすごく乱れていました。で、仕事もフルリモートで在宅勤務だったので、家から一歩も出ない日っていうのももう普通にザラでしたし、たまに行くジムとあと食事の買い出し以外はもうほとんど家から出てなくて、活動量がもう圧倒的に少なかったです。絶対に良くないと思ってて、もう活動しよう動こうって思っていたんですけども、そう思ってるうちに結構月日が経っていて、自分の理想からは結構離れてきてしまっていました。はい、これが理由なんですけども、YouTube こういう風にやってる身としては良くないかもしれないですけども、忙しい時とか皆さんもあるじゃないですか。なのでめちゃくちゃ自分のことを責めてるかって言ったらそうでもなくて、これからちゃんと戻していかなきゃなっていう感じで前向きに捉えています。でも日々の活動量が少ないというのは健康的にも良くないことなので、ちょっとこれはもうそもそも痩せる痩せないとかだけじゃなくどうにかしなきゃいけないなっていうのもあるし、あと私の理想はもうちょっと絞れてる状態なので、そこに戻していって、そしてまたさらにもっともっと良い、昔よりもいい体に作っていきたいと思っているので、とりあえず一旦ちょっと戻したいと思います。で、ダイエット、私前ダイエットの動画とか出してるんですけども、体の絞り方は分かっているので、やれば痩せると思ってます。なのでもう痩せるってもう心で決めたので、もう痩せる未来しか見えなくて、今めちゃくちゃ楽しみでワクワクしてます。その体型を晒すのは、ちょっと恥ずかしい部分もあるんですけども、もう痩せるんだって思ってめっちゃ楽しみになってます。以前の動画でも言いましたけども、痩せるっていうのはもう運動と食事管理をする、ただこれを続けるだけのすごくシンプルなことなので、やっぱり頑張らないといけないですけども、頑張れば必ず体型が変わるので、皆さんの前でリアルタイムでそれをお見せしていこうと思います。はい、では続いて今の体重と体型、そしてダイエットの計画についてお話ししていきたいと思います。で、まず今ですね、この前ジムで測ってきたんですよ。私あまり体重測んないんですけども、ジムの体組成計で測ったら 50.4 キロでした。で、最近ちょっと体重計も買って毎日測り出したんですけども、51キロとか、50.2 キロとか、50から51キロの間で出てますね。で、一応体組成計で測ったものがあるので、これの 50.4 キロをスタートの数字としたいと思います。で、体脂肪率が 27.2% って出ました。こんな増えてたんだってちょっとショックだったんですけども、27.2% になってました。160センチ50キロってすごい太ってるとかじゃないと思うんですけども、見た目的に今理想ではないので、脂肪と筋肉のバランスが良い状態じゃないので、一回ちょっと脂肪を減らしたいと思います。今の体型をですね、お見せしますね。黒で見えないね。
今こんな感じです。体重 50.4 キロで体脂肪率 27% でこんな体型になってますでとりあえずダイエット期間としてまず2ヶ月置きたいと思います。理想のボディラインになるまで続けると思うので、2ヶ月で終わるかちょっとスピードを緩めて続けるかとかは、ちょっとこれから考えるんですけども、とりあえず2ヶ月で 47.5 キロ3キロぐらいは減らしたいと思ってます。で私はすごく見た目重視なので、途中で目標を修正するかもしれないんですけども、一旦3キロ減で目標を置こうと思ってます。3キロって大したことないんじゃないかって思う人もいるかもしれないですけども、50キロから47キロも違うと思うし、筋肉を落とさないで見た目を良くするっていうのだと、そのぐらいがいいんじゃないかなって思って一旦設定してます。ただこれもね、もう4キロぐらい減らしたいって途中でなるかもしれないですけども、一旦3キロで置きます。で運動と食事の計画なんですけども、まず3キロ減らすのにどのぐらいカロリーを消費していかないといけないか皆さん知ってますか1キロ減らすのに7200キロカロリーが必要っていうふうに言われていて、要は7200キロカロリー分摂取カロリーよりも消費カロリーが増えないとダメですよ。摂取カロリーよりも消費カロリーの方が7200キロカロリー上回ってれば1キロ痩せますよってことなんですね。なので3キロだと 7200×3 で21600キロカロリー分を2ヶ月で減らすってことになります。これ聞くと結構頑張らないといけなそうですよね。で21600キロカロリーを2ヶ月でカロリー消費していくとすると、2ヶ月60日として1日平均360キロカロリー、摂取カロリーよりも消費カロリーが上回ってるっていう状態にしないといけないってことになります。で今がちょうどちょっとずつ体重が増える傾斜になってるわけですよ。つまり消費カロリーよりも摂取カロリーの方がちょっと多い状態なんですね。でそこから摂取カロリーよりも消費カロリーの方が360キロカロリー少ないっていう状態にして、体重のその傾斜をですね逆にしなきゃいけないので、3キロって大したことないって思うかもしれないですけども、ちゃんと頑張らないと3キロも減りません。当たり前ですけども、なので頑張ります。でこうやって計算して、360キロカロリーを、差分として生み出すためにどのぐらい食べてどのぐらい運動するかっていうのを、考えていくわけなんですけども、私はいわゆる女子のダイエットよりはもうちょっとメリハリボディが欲しいので、食事をそこまで制限しないで運動量多めのダイエットをしたいと思ってます。でこれで計算していくには、自分の基礎代謝プラス日々の活動量とか運動量をしたものが消費カロリーよりも少ない360キロカロリー少ないっていう状態を作るっていう計算式になって、ここから計算していくと、具体的な目標っていうのは作れるんですけども、で今だと結構アプリでねできるので、自分で計算してくれるサイトとかがあるので、体重身長とか入れて、基礎代謝の目安出して、で活動量みたいなのでどんぐらいかけるとか、あと実際に運動した何歩歩いたとかどのぐらい何したみたいなのをアプリで入れていくと、そのカロリーが出てみたいな感じで入れていけば、どのぐらいのものを食べればいいかとか、どのぐらい運動しなきゃいけないかっていうのが分かってきます。で私はざっくりで考えて、大体1500キロカロリー食べて運動をたくさんするとっていう、その運動っていうのが筋トレ、ジムでの筋トレが週 2,3 回で、あと今私ピラティスの資格の勉強してて、それもあって、家であとピラティスをちょっとやったりだとか、あと毎日有酸素は必ずやるっていうのをやっていきたいと思ってます。もうね、本当日々の活動量が少ないっていうのがすごく問題だと思ってるので、有酸素をねちゃんと入れていこうと思います。有酸素って言っても、お散歩も有酸素に入りますし、あとステッパーっていう家の中でできるステップ踏むやつがあるので、それも取り入れながら有酸素してダイエットしていきたいと思います。
で、カロリー収支の計算は、必ずやらなきゃいけないわけではないですけども、やっておくと日々自分が毎日やっていることの、信頼性が上がるというか、絶対痩せるって思いながら続けられるので、そういった意味ではおすすめです。だいたいサイトで計算したりだとかアプリに入力してやるだとかすればいいかなと思うんですけども、私のざっくりの計算が知りたいって方がいましたらコメントいただければ回答します。カロリー収支がめんどくさいっていう人でも、何をするかっていうところの計画は、必ず立てた方がいいかなというふうに思います。この数値でですね、何キロカロリーって置くのも嫌だっていう人がいれば、今食べている生活の中で、例えばお菓子は控えるとか、揚げ物は週1にするとか、そういう感じで具体的に決めて、あと運動も週どのぐらい何をするみたいな、そこの計画は立ててください。痩せたいって思って日々痩せる方法を探してるだけだと、やっぱりちょっとその間にもちょっとね増えてっちゃったりするので、そこは計画立てて、その計画立てたことをやりきること、やりきれなくてもやりきろうとすることですね。それがダイエットなので、ぜひ計画を立ててください。今まさに痩せたいと思っている人はぜひ一緒にですね計画を立てて一緒に頑張りましょう。なんかすごい上から目線だけど、頑張ろうねっていう感じですで、今後2ヶ月の動画は、ダイエット中の生活の Vlog 的なものだったり、あと経過報告についてとか、あとモチベーションの上げ方とか、そういう、特にダイエットっていうところにフォーカスした動画を上げていきたいと思っていますので、一緒に頑張っていただける方はよかったらチャンネル登録お願いいたします。もう計画を立てて始めたら、もう痩せたも同然です。もうあとは時が経つの待つだけですはい、今日はダイエット宣言とダイエットの計画についてお話ししました。最後までご視聴いただきありがとうございました。